Hello everyone. Today I'm at Onaka Peko Peko Mugi Peko in Utsunomiya City, Tochigi Prefecture. This bakery doesn't use any pre-made products and avoids additives, making it a health-conscious bakery. もちもちのパンがたまらなくて Plus, the adorable and stylish breads, crafted by Chef Arai, who hails from a famous Tokyo bakery, are extremely popular among female customers for both their looks and taste. Welcome to the Japanese bakery tour. This is the kind of bakery that will make you want to visit from around the world.これは食パンの生地ですね。バンズとかいろいろ。ベーコンだったりハムだったり全部手作りなんですけど、やっぱそういうのを若い子たちに教えていかないと次の時代に、生きていけないなってありますね。ちょっと茶色いじゃないですか。バターを焦がしてて、焦がしバターにして生地に入れることによって香ばしさっていうのを引き出せるんで、生地は牛乳 100% 入ってるんですよ。オリーブオイルです。これはフォカッチャ生地ですね。これ植えられてるのは何ですか？これローズマリーですね。栽培してますすごい生えてますね。多分今後自分たちで食材も作っていかないと、要は物価高じゃないですか今。そういうので作れるものは作っておかないと。やっぱ添加物って下がまひるんですよ。1年ぐらい戻んないと思うんですよ。その添加しちゃって正常な体に戻るのってすぐは戻んなくて、やっぱ時間かけて戻していかないと。あとは健康面ですよね。ある程度年齢重ねていくとそういうのを気にしますよね、多少は。これは焦がしバターシナモンって言って、シナモンパウダーに焦がしバター入れた、今成形してるのが要はシナモンロール、アップルシナモンなんですけど、
生地はまあいわば、ブリオッシュみたいな生地ですね。うちではふわりって呼んでるんですけど、これもシナモンダーマンドですね。これが自家製リンゴドライリンゴですね。これはクロワッサン生地です。じゃあこれ上と下で違う生地なんですか？そうですよ。そのブリオッシュ生地がふわふわしてて、クロワッサンはサクサクしてるんで、地産地消なんで、地域を踏まえた商品作りっていうことを重点的に置いてるんで、周りにクロワッサンが来て、中にふわふわの生地みたいな。これでおいシナモンみたいな。シナモンってスパイスじゃないですか。スパイスっていった方が香り引き立つっていいじゃないですか。カレーとかと一緒で、そこからヒントをもらったっていうのはありますね。食べてもらいたいな。栃木県でナンバーワンにはなりたいですよね。もう何が必要ですか、これからの時代？これからの時代は多様性じゃないですか。パンに特化しないパン屋さんみたいな。っていうのはうちもだから土日限定でクレープやってますとか、そういうパンにとらわれないことをしていかないと今後多分残っていけないなと思いますよね、この業界に。僕がパティシエ出身っていうのもあるんですけど、パン屋がね単純にクレープっても仕方ないんですよ。いやで自分の強みですよね。なんかそれは自分の分析っていうところにつながりますよね。地元で働いて地元で独立っていう考え方は僕には全くなかったので、要は新しいことを取り入れて地元に戻ってきてそれを落とし込むっていうじゃないと向上しなくないですか。辛口だけど。ありました。これ入れちゃっていい？何やってるんですか？これ塩パンのバター。
クリームを冷凍する理由としては結構シャバく炊いてて、要は保安できないっていうで、焼いた時にとろうとする。でうち卵使ってないからとろうとずっとし続けるっていう。今ここにある飴をうまくつけて。極限まで気泡を食べて、なるべく本当に気泡を殺さないようにふわっと。麦ペコって言って看板商品。レーズンショッパーですね。ある？
下に引いたキャラメル、砂糖とシナモンバターがキャラメルになるんですよ。下もカリッとして食感が楽しめる。自家製ハム。そうです。サンドイッチに挟みます。これ何ですか？クリームが柔らかいからこういう成形しかできないんですけど、ソフトな成形しかできない。これは今何を挟んでらっしゃるんですか？これはガーリックバターと明太バターを無自家製で全部作ってます。このようにそのまんまバター解凍させて、お客さんがやってバターつけながら食べるような。これ何入れてるんですか？これは米油です。このパンを揚げ焼きするような感じですね。さっき言ってたうちでいうメロンパン、そぼろ状のクッキー生地、これはクランブル生地って言って、全部バーってやったら一回ちょっとこの生地を常温に戻すんですよ。これ今冷凍から持ってきたんですけど、戻すと粒子同士がくっつくんですよ。ちょっと口で言ってもあれなんですよねメロンパンのやっぱ差別化ってここまでにたどり着くのは長かったですよ。差別化が難しかったです。
これギュって圧縮させて、そうするともうくっつくんですよね、生地が上の。単純にもう生地上に乗せたみたいなで丸にしちゃえばメロンパン。それでしっかりちゃんとバリバリなんですよ。割っちゃおうかな。で冷めると皮が柔らかくなるんですけど、そうしたらちょっと周りがサクッとしてなんかふわみたいな。これ何ですか？これはこっち側がコロッケで、こっち側がハムカツパンのハムカツです。これこれはチキンタツタパンの竜田揚げです。ミルククリームパンなんですけど、うちのキャラクターの顔です。白ペコって言います。自分でパン屋さんらしいパンをあんま作ってなくて、正直可愛い感じで綺麗なパンを作りたいですね。今カレーパン揚げたてです。いかがでしょうか。ミニワッサー2つですね。クリームチーズソースみたいな。
しゃあせー。でアップルシナモンとオレンジショコラ出来上がりました。焼いたらあります。すごいスタッフさんいい方でいつも元気をもらってます。どんなところが好きですか？もちもちのパンがたまらなくて、本当にどれ食べても美味しいです。本当に美味しいです。大好きです。これも何されてるんですか？言っていいんですか、新井さん。別に言っちゃいけないことはない。企業秘密的なのはないですか？そう、クレープの生地にじゃがいも、すりつぶしたじゃがいもが入ってて、それを今じゃがいもを水にさらしたものをこうすりつぶしてるところです。色がつきにくかったりします男性はもちろん来ますけど、やっぱ圧倒的に女性の方が多いかなっていう感じはしますよね。もう最初立ちはだかったのがやっぱり全部手作りなんで、ある程度ね人件費がかけないといけないっていう部分で、やっぱ値段がある程度上げていかないとっていうところで、やっぱり栃木県ってやっぱ安価である程度お手頃価格っていうイメージがあるんですよ。手作りで作ってるパン屋さんってほぼないんじゃないかぐらいって僕は思ってるので、そこでやっぱりお客さんが値段を比較するってなったら、そのねスーパーに入ってるパン屋さんだったりっていうのでやっぱり比較をしちゃうっていうので、やっぱ最初は高い言われちゃいましたね。手作りのメリットとしてはやっぱりそのお客さんに対して安心安全っていうのは一番、そこはうちのコンセプトにはあるので、けどやっぱり県民性だったり地域によってやっぱり付加価値はやっぱそこ変わってくる。手作りだから何みたいなっていう
言われたことないですよ。言われたことないけど、手作りだから値段が高いイコールではなくて、やっぱそこは時間をかけていかないといけないなっていうのはありますよね。手作りを浸透させる。